お呼びでしょうか。私は女。正直、政治には疎い。これより、国の政策はあなたに一任します。かしこまりました。おば上、いえ、大君。私は額部の姫巫女。554年5月21日、天皇家に生まれた。父は金明天皇。母は蘇我氏から嫁いできた北氏姫。当時の日本は百済からやってきた仏教をめぐって激しい対立が起きていたの。仏教推進派の蘇我氏と反対派の物部氏とでね。父は板挟みになって苦労していたわ。そんな父は私が17歳の時に病気で亡くなった。後を継いだのは私の16歳年上の兄、美達天皇よ。母親は違うんだけどね。そして私は叔父である蘇我馬子の手引きもあって美達天皇と結婚することになったの。えっと思った人も多いんじゃないかしら。この頃は異母兄弟やいとこ同士の婚姻はザラだったのよ。美達天皇には蘇我氏の血が入っていなかった。そこで馬子は蘇我氏を母に持つ私を妃にすることで皇室への干渉を強めようとしたってわけ。叔父とはいえ食えない男ね。美達天皇は亡き父が成し得なかった2つの難題に直面していた。1つ目は新羅によって滅ぼされた美麻那の復興。美麻那っていうのは朝鮮半島の南部にあった日本の出先機関のような場所よ。美麻那の復興は父の悲願だったの。2つ目は蘇我氏と物部氏を仲直りさせること。ちなみに美達天皇は仏教反対派だったの。馬子がこれ以上権力を持つのは危険だと感じていたみたい。そうこうしているうちに美達天皇は病に倒れ47歳で亡くなった。後を継いだのは私と母を同じくする兄、陽明天皇よ。蘇我氏の血を引く陽明天皇は美達天皇とは逆に仏教推しだった。蘇我氏は力を取り戻し物部氏との対立が激化、定備の乱と呼ばれる大規模な衝突に発展してしまったの。そんな中陽明天皇は心労がたたったのか即位からわずか2年で病死した。果たして本当に病気が原因だったのかしら。その後ついに蘇我氏は物部氏を滅ぼすことに成功。こうして馬子の立場は揺るぎないものとなった。馬子は自身の甥である崇春天皇を跡継ぎに据えた。あくまで形式上の天皇で実権は自分が握る。馬子の策略は盤石かに思えた。ところが崇春天皇は馬子の言いなりにはならなかった。時が経つとともに叔父の独裁に反感を持つようになっていったの。皇室と蘇我氏の溝は日に日に深まっていった。そしてある日崇春天皇は献上されたイノシシを前にこう口にしたの。イノシシの首を断つように憎き者の首も切りたいものだ。その言葉を伝え聞いた馬子は自分のことだと思い込み実の甥を亡き者にしようと企てた。やられる前にやってしまえって感じね。そして前代未聞の事件が起きた。崇春天皇は馬子の手下によって暗殺されてしまったの。暗殺の首謀者が馬子だということは一目瞭然だったのに彼は咎めを受けなかった。馬子の力はそれほどにまで大きくなっていたのよ。崇春天皇が暗殺されたものだから
また新しい天皇を据えなければならなくなった。もういい加減にして。次の天皇候補は私と離脱天皇の息子、武田の巫女だった。けれど我が子はまだ若かったの。重圧に耐えられないのは明白だったわ。そこで馬子が目をつけたのは、そう、私だった。私、女なんですけど。これまでの日本には女性の天皇は一人もいなかったのよ。それでも私はこの提案を受け入れた。息子が大きくなるまでの期限付きの天皇としてね。こうして私は推古天皇として日本で初めての女性天皇になったの。女の私に務まるのかしら。女に国を治めることなんてできるわけがない。そんな周りの声が聞こえてくるようだった。実際、私は決定を下すだけ。政務はすべて叔父が取り仕切っていた。私はただのお飾りね。そんな私に悲しい知らせが届いた。次期天皇となるべき息子、武田の巫女がこの世を去ったの。私はうろたえた。私は弱かった。もう天皇なんかやめてしまいたい。その時、何かの気配を感じた。誰かいるの？お前はわしの子供だ。そして死んでいったお前の兄たちもまたわしの子供だ。お前になら言っている意味がわかるはずだ。私はようやく気がついた。周りに言われるからじゃない。私自身が女であるということを逃げ道にしていたんだわ。男も女も関係ない。この国は今でも多くの血が流れ、民は飢えている。天皇である私が光を灯さなければならないのよ。やってやろうじゃない。叔父も甥も私を置いて先に行ってしまいました。私もそろそろおいとまをいただくとしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それではまた別の歴史でお会いしましょう。